んこんにちは。天然石アクセサリー作家のSoramiです。本日は委託先の準備をしながらネットショップの移行についてのお話をしていきたいと思います。それではレッツゴー。本日工事を近くでしておりまして、その音が入っているんですけどご了承ください。工事の方もね頑張っておられるので、自分も一緒に準備をしていきたいなと思ってます。突然なんですけど、皆さんはどのネットショップで活動されてますか？活動というか、どの媒体で販売されているかですね。私は先月までSTORESの方で販売しておりました。STORESですね。で、今回私はベースの方に移行しました。ベース AID というアプリですね。今までSTORESのベーシックプランっていうのに入ってたんですよ。月に3万円ぐらいするプランなんですけど、ベーシックプランに入っていた理由は、まず URL ですね。URL に STORES っていう文字が絶対入るんですよ、フリープランだと。だからちょっと STORES っていう文字を入れたくないなと思って、ベーシックプランがいいかなと思ったのがまず一つの理由と、あとは一つの商品に対して写真が30枚入れることができることですね。あとは手数料が減るということです。でもこの手数料に関しては、私は1ヶ月に4作品ぐらい売れてるので、現時点でなので手数料とか考えるのと、そのベーシックプランの月3万円っていうのを考えると、あんまりお得感がなかったかなと思います。なのでSTORESをされてる方で、ちゃんと自分の売り上げが20万ぐらいあったらベーシックプランの方がいいかなと思います。ただ1回ベーシックプランにしてしまうと、さっき言っていたようにフリープランに戻すと絶対STORESっていう文字が入るようになるので、委託先やインスタグラムなど発信するところにQR コードや URL を貼っている方は全部変えなくてはいけなくなるので、よく考えてからベーシックプランにする方がいいかなと思いますので、そこだけ注意してください。それで私も今までずっとベーシックプランに入っていたんですけど、これを機にベーシックプランを解約してお金のかからない方法でしようというふうに考えて、ベースの方では出品しようかなと思ってます。私はミンネ、クリーマー、ベースの中でなぜベースを選んだかっていうことですね。それについては、私のSoramiショップには絵があります。Soramiショップの。それでミンネやクリーマーなどはその絵をサイトで強調させるっていうことができづらいかなと思ったので、私はベースに移行することにしました。ベースではSTORESと違って PayID というアプリを入れるとポイントがついたり、あとはですね、PayID にはたまにブラックフライデーなどと20% オフとか 15% オフなどアプリ内でクーポンが出るようになっています。これはミンネやクリーマーと同じような感じなんですけれども、そこもSTORESと違って利点だなと思ってます。STORESでは自分でクーポンを出さなくてはならないので、自分の負担になるんですよねだから私はベースに移行しようかなと思って今回ベースに移行しました。ちょっとまだ商品は全然出品できてないので出品していきます
写真なども撮り直して出品していくので、今まで出品していたものも出品するのが遅くなる可能性がありますので、ご了承くださいませ。ここまでが私のベースに移行するお話でした。はい、ちょっと宣伝や報告っていう形になってしまったんですけど、ここからアナンセトンタンさんに委託させていただいておりますので、その準備の動画を ASMR 風に、ちょっと工事の音も入るんですけど、それも一つの ASMR だと思って聞いていただけたらなと思います。